はい。じゃあ、チャプター5の配色ということで、先ほどは、モノクロで衣装を考えてもらったんですけど、その衣装の配色を決めるにあたって、ちょっと私が普段考えていることとかを、ちょっと事前にお伝えした上で、はい、実際に色を決めるのに移っていければというふうに思いますので、少々お付き合いください。はい。で、配色のポイントだいたい5つぐらいあるかなと思っています。まず1つ目が色同士の明度差。もう一つ目が色同士の彩度の差。で、配色の比率と無彩色の使い方、あとは色数による印象のコントロールですね。ちょっとこれをそれぞれどういうことなのかご説明していければと思います。はい。まず配色の色同士の明度差ですね。こう、色をモノクロに変換したときに、こう、薄い色だと高明度、暗い色だと低明度みたいな感じで言われると思うんですけど、その配色をした際の色の組み合わせによって、どういう印象が変わるのかっていうところになります。明るい色、高明度の色が掛け合わさると、こう、モノクロにした際に、こう、メリハリがほとんどなくって、薄い色なので、軽やかな印象に仕上げることができますし、高明度と低明度の色を組み合わせると、メリハリがついて華やかな印象になる感じになります。で、低明度かける低明度の場合だと、こう、モノクロにしてもあんまり色の強弱がなくってメリハリが弱い感じになってしまうんですけど、この高明度とはまた違って、こう、暗い色なので、こう全体的に重ためな印象になってしまうっていうようなポイントに感じになってしまいます。おすすめはやっぱり、高明度と低明度を掛け合わせることで、メリハリをつけるなんですけど、あえて、こう、高明度同士を掛け合わせることで、こう、柔らかい印象を作りたいとか、こう、低い明度の色を掛け合わせることで、ちょっと暗いダークな雰囲気を作りたいみたいな感じで、いろいろとコントロールができるかなと思います。はい。で、続いてが、色同士の彩度差ですね。例えば、こう、色の彩度が高いものが掛け合わさると、こう、それぞれの色が主張し合って、こう、派手で賑やかな印象になる感じがしますよね。で、反面、高彩度、低彩度っていう明るいと彩度が高い色と彩度が低い色を掛け合わせると、こう比較した時に、こう彩度が高い方の色が際立って、より衣装の中でアクセントが生まれやすいっていうような特徴があります。で、最後に、低い彩度を2つ掛け合わせること。こうすると、こうやっぱり視線が集まりにくい色なので、こう全体的に静かで控えめな印象になります。っていうところで、やっぱりここもおすすめなのは、高彩度と低彩度の掛け合わせになるんですが、まあ、あえて高彩度同士を掛け合わせたり、低彩度同士を掛け合わせたりすることで、まあ、高彩度ならポップな印象を作ることができたりしますし、低彩度なら重複してしまいますが、ダークな雰囲気に仕上げることもできるので、はい。ちょっとサイドのアップダウンがどれぐらいあるのかみたいなところも意識しながら配色していただけると良いのではないかと思います。はい。続いて配色の比率ですね。有彩色を、3色以上採用する場合、有彩色っていうと黒、白、グレーっていう色がないものを除いた色全般のことですね。で、もし3色以上色を採用するとなった場合、メインに添えるカラーを6割以上配置するとまとまりが出やすいです。ちょっと下に比率で表してるんですけど、全体を10としたときに、このメインカラーをこの青色とすると、6割青色、3割ピンク、1割緑色みたいな感じで、メインカラーをこう比重重めに配置してあげると、全体にまとまりが出やすいかなというふうに個人的には思っています。
で、逆に全ての色を均等に配置すると、こう、どの色がメインなのかがちょっと分かりにくくなって、ちょっと散漫な印象になりやすいっていう風に思います。なので、全体的な統一感を注視するのであれば、メインカラーを決めて6割以上配置してあげるっていうのが大事かなと思うんですが、あえてメインカラーを定めず、全ての色を均等に使っていきたいっていうような、そうですね、それこそちょっとポップなお洋服とかはいろんな色を均等に使っているような印象があるんですが、ご自身の好きな、好みに合わせて、ここはご調整いただければなと思います。あくまで私の意見なので。はい。で、続いてが無彩色の使い方ですね。黒とか白、グレーっていうサイドのないものは、他の色に対して印象に何か影響を及ぼしにくいっていうような特徴がありますね。だから、配色に苦手意識があるような方は、有彩色を1色から2色チョイスして、それに無彩色から配色を考えてみるっていうのがおすすめです。例えば赤色をメインカラーに添えて、グレーとか黒を入れてあげるみたいな感じで、色選び苦手だなって思われている方は、こういう風にちょっと無彩色から配色を考えてみるっていうのも結構おすすめです。で、もちろんそれだけじゃなくって、黒とか白色を入れることによって、クラシックな雰囲気だったりだとか、モダンな雰囲気を作ることができるので、そういった雰囲気をプラスしたいっていう時には、ぜひ黒とか白もしっかり使っていくといいのではないかという風に思います。はい。で、最後に、色数による印象のコントロールですね。まず、有彩色1色の場合から2色、3から4色、5色以上の場合っていう風にちょっとそれぞれパターンを作ってみました。まず、有彩色1色の場合、やっぱり色単体になってしまうので、その色の持つイメージが強く反映されることになるかなと思います。例えば青色だったら、クールな印象とか涼しげとか、その色の持っているイメージが結構前面に押し出されるっていう感じなので、良くも悪くも、はい、そういった特徴があるかなというところです。で、有彩色を、2色使った場合、この色同士でやっぱり明度にも差がありますし、ちょっとサイドは近しいような気もしますけど、メリハリが生まれて、全体的にリズム感のある配色ができるようになります。で、続いて、有彩色が3から4色の場合だと、こ水色、赤だけだった中に、紫とか入れたりすると、差し色が入ることで、より洗練された印象を作ることができます。で、最後に、有彩色を5色以上使う場合ですね。1色の時にも言ったんですけど、水色だったら、涼しげとか、黄色だったら、ビタミンカラーとか、赤色だったら、安直ですけど、あったかい感じみたいな、それぞれの色が持つイメージっていうのがあると思うんですけども、色数が多いので、それぞれの色の持つイメージっていうのが薄れて、賑やかな印象になります。個人的には、このあたり、2から4色のところが、扱いやすい色数なのかなという風に感じていますが、あえて1色だけとか、5色以上使ってみるみたいなのもめちゃくちゃありだと思うので、はい。初心者さんなら1色、2色から始めてみればいいのではないかと思いますし、逆に色がすごく好きっていう方であれば、組み合わせで遊んでみるっていうのもめちゃくちゃいいと思うので、はい。ぜひ、今ね、皆さんにデザインいただいているものにも反映いただければというふうに思います。で、例に有彩色のみと無彩色ありで入れてるんですけど、ちょっとね、1個戻ってお伝えした通り、黒、白、グレーは他の色に印象を与えにくいっていうところなので、この色しか使っちゃいけないんだっていうことがなくって、決して。白とか黒とかグレーとか、
入れながら、色数に幅を持たせるみたいなことも全然できるかなと思いますし、はい。っていうところで、そうですね、一旦私からの配色のポイントはお伝えできたかなと思います。それでは早速、デザインに色をのせていこうかなというふうに思います。じゃあ配色を考えていきますが、そう、さっき調べたんですけど、すいません。右前と左前逆でしたね。女性は向かって右側にボタンがあって、左側に穴が開いてるのが正しいですね。なのでちょっとそこを反転して修正しました。というのと、ボタンがダブルの時は、ここを開けるんですね。ここを開けて、ここに止めないままでいるボタンを入れるっていうのでね、ちょっとできていなかったので、すいませんが、修正しております。はい。では、色をのせていこうと思うんですが、まずは、すぐに色を入れるんじゃなくって、色の組み合わせから考えていきますか。キーカラーが、ここの桃色なので、この桃色は、差し色として使いたいなという風なのは思ってますと。この色かな。これが、メインとしては明るめの方。で、サイドは、中間らへんぐらいですね。どうしようかな。もう少し淡い色を入れたい気もします。